散々ヘビに振り回されてきた男、ヘビ屋のひろあきです。今日はヘビがね、脱走したりとかってニュースたまに聞いたりすると思うんですけど、そのヘビの脱走についてちょっとお話ししたいと思いますが、たまにねニュースとかでどこどこでヘビが脱走しました、警察が探していますとか、なんか見つかりましたみたいなのをテレビで見かけることがあると思うんですけど、ヘビはね、なんか見てるねこっちは。ヘビって、冒険心の強い脱走癖のある子がいたりはします。ドアが開いてたりとか窓が開いてたりとかすると、そこからこうね、グランドラインに俺は行くみたいにこう旅立っていってしまうこともあったりするんですけど、そういう時ね、どういうところで見つかることが多いかっていうと、結構ねあんまり移動しないんですよね。旅に出て1キロ2キロ先で見つかりましたとか、なんか東京で脱走したヘビが岡山で見つかりましたみたいなことはもうほぼなくて、あんまり移動しない生き物なので、だいたい家の周りで見つかったりすることが多いですね。何年か前にアミメニシキヘビっていうもう最大種のヘビが脱走したことがありましたが、その時もね結構広範囲を探してたと思うんですけど、いろんな人が。でもそのヘビの専門家の人はもう絶対に近くにいるからもう近くを探してほしいっていうのをずっと言ってたんですね。で結局どこにいたかっていうと屋根裏であんまり移動しなかったっていうことがあります。だから、もしお飼いのおヘビが逃げちゃったら、近くを探してあげると見つかりやすいんじゃないかなと思います。あとはね、外に逃げるってことは、そうそうない。なんか家とか窓とか開けっぱなしで生きているっていう、ちょっとなんつうんですかね、そういうオープンエアな世界で生きている人も少ないと思うんですけど、家の中で脱走した場合にどこにいるかいがちかっていうのをご紹介すると、結構ね、空間温度、室内温度との差があるところにいたりします。室内温度が25度ぐらいだったりとしたら18度とか、そういう温度が低いところ、あるいはちょっと暖かいところにいたりとかすることが多いですね。基本的にはね、なんかその暖かいところに行きがちって思われたりするんですけど、結構ね温度の低いところにいたりしますね。あとは空気の流れがあるところとか、エアコンのパネルの中にいたりとか、なんかの金属に巻きついていたりとかっていうのは結構聞いたりしますね。あれいない、情報いないってなった時は、そういう空気の流れがあるところや少し涼しいところ、ちょっとだけ暖かいところみたいなのを見てあげるといいかもしれません。玄関とかね、冷蔵庫の家電の近くとか、あとはやっぱりね、どうしても細いところにいがち、体を何かに触れさせていることで安心する生き物なので、どうやってそこに入ったのみたいな、タンスと壁の間とかそういうところも見てあげるといいかもしれません。結構多いのはツイッターとかでもね、逃げちゃったんですけどどこにいると思いますかみたいなのを悲痛な投稿を見たりしますけど、それでみんながなんかあそこにいるんじゃない、ここにいるんじゃないみたいなみんな言ったりするんですけど、そういうところにいましたみたいなのをよく見たりするのは洗濯機周りは結構多いですね。なんか偉そうに言ってますけど、僕も最初の頃はそういう失敗とかはやっぱりあって、ヘビはやる前とかですけど、ちゃんとケージに入れたつもりだったんですけど、ある時部屋に入ったら Wi-Fi ルーターあるでしょ。 Wi-Fi ルーターにヘビがこうやって巻きついてた時があって、っつってびっくりしたことがあります。その時は多分きっちり締め切れてなかったんだと思いますが、もちろん外に出たってことはないですけど、そういう Wi-Fi ルーター、ちょっとほんのりあったかいみたいな空間とは温度差があるからだと思うんですが、巻きついていたってことが僕にもありました。見つかってよかった。今はね、もうなんかそんなことはあってはならないことなので、徹底した管理をしてはいますので大丈夫ですが、そうニュースとかでよく見たりするけど、それは珍しいからニュースになるのであって、そう簡単に脱走する生き物ではない、旅に出る生き物ではないとは思います。犬とか猫とか鳥とかの方がよほど逃げている、家からいなくなっていることは多いと思いますけど、犬とか猫とかがね逃げてもそう大きなニュースになったりしないと思いますが、ヘビだからね、分母が小さいというか、ヘビが苦手っていう人もいるし、爬虫類が逃げたって言ってやっぱりちょっと毒とかあるんじゃないのとか噛むんじゃないのみたいな恐れから目立ったりはすると思うんですけど、件数としてはね非常に少ないと思います。あんまりなんか騒ぎ立てないでほしいっていうか、みたいになるとやっぱりヘビなんて飼うべきじゃないんだ、日本では認めるべきじゃないんだみたいになっちゃうから、もう静かにしてくれってひっそりと探してくれみたいな思ったりはします。ボールパイソンってだいたい120から150センチぐらいにしかならないんですけど、なんかねテレビとかあとね、体長2メートルのボールパイソンがみたいな、ならんから、そんなならんからみたいな、ちょっと誇張表現が悲しいなと思ったりすることはあります。でもね、逃がすのが良くないからね、逃がさないようにしてあげてほしいなと思いますが、そう逃がすケースとして多いのはやっぱり移動の時ですね。誰かに預けるとか、なんか前見たのは旅行に行くから誰かに預ける時にちょっと車の中にいといたら気が付いたらいなくなっちゃってたとか、あるいはペットショップとか、イベントとかでお迎えをして帰る時にとか、引っ越しで
とか、そういう移動の時にうっかりすることもあるんじゃないかなと思うので、移動の時はちょっと気をつけてあげてください。今日は、どんな生き物でもそうだと思うんですけど、逃がさないように飼ってあげてくださいねっていうお話と、ヘビ逃げたらこういうところにいがちっていうお話をしました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のラットがもらえるお試しサービスを行っております。ラット専用公式 LINE からお試しラット希望とご連絡ください。